ライフイズギャンブル人生あり春風です。はい、ということでね、前回の動画見ていただけましたでしょうか。見てない方はこちらの動画激アツになってるんで、ぜひ見た後にこの動画にカムバックアゲインピョーン。はい、ってことなんですけどもね、前回の動画見てくれた方は分かると思います。春ポーカーね、こちらのネックレス100万円で購入して、その後になんと27万円参加費のトーナメントに出ています。そのトーナメント序盤から春ポーカーガンガンにチップを増やしていて、次この動画になっています。こちらの100万円ネックレス代をね取り戻すために、春ポーカーこのトーナメントで1位目指してやっていくので、そちらの実践動画の様子見ちゃってください。ということで、アジアの頂点をかけた27万円参加費のトーナメント激アツ実践見ちゃってね。春ポーカー現在テーブルチップリーダーの状態でこのハンドキングジャックオフスーツボタンからボタンということで、ポジションも十分にいいのでポストフロップで戦っていきたいなっていう風に思っています。というところで、対面のハイジャックのプレイヤーがレイズ2000点を選択。春ポーカー3ベットを選択してもいいんですが、このプレイヤーとはポストフロップで戦っていきたいなという風に思っていたので、今回はコールを選択していきました。現在ブラインドは500戦 BB アンティ1000の状態です。 SBBB のプレイヤーが降りてヘッズアップでフロップに参ることとなりました。前編でも対面のプレイヤーからかなりのチップをいただきましたが、このハンドでもいただきたいということで、フロップはエース53のレインボーボード。春ポーカーは完全に滑りました。ハイジャックのプレイヤーはここでチェックを選択。ベットしてもいいんですが、キングハイグッドの可能性もあるので、春ポーカーはここでチェックバックを選択。ターンに向かいます。ターンはキングのダイヤで、春ポーカーはキングヒット。このターンに対して相手はチェックを選択。フロップに引き続きターンでも相手はチェックをしているので、エースはなかなか考えられません。そうなると現状のキングヒットでも十分にバリューを打っていけるかなっていう風に思いました。春ポーカーが選んだサイズは安めのベッド2500点、クイーンズ以下のポケットペアに対してバリューベットを行っていきました。すると相手はこのベッドに対してコールを選択。リバーに落ちたカードは6のクラブ。完全なラグが落ちてくれました。このリバーに対してハイジャックのプレイヤーはチェックを選択。このリバーの相手のチェックに対してはシンプルにチェックバックするか、新バリューを取りに行くか。春ポーカーはこのリバーでもギリギリバリューが取れるなと思い、ベッド3000点を選択しました。バリューターゲットとしてはキングのキッカー勝ちやポケットペアに対してターンに引き続きベットをしていきました。レイズが帰ってきてしまったら額と相談ではありますが、この相手にはほぼほぼ降りないとなっていう風に思っています。なのでかなり際どいプレーラインとは言えます。ミスプレーにも完璧なプレーにもなりうる非常に絶妙なラインを攻めたプレーとなっています。レイズが帰ってきたらだるいですが、コールなら五分五分の可能性で勝ってると思います。というところで相手はコールを選択。勝ってんのか負けてんのか、相手はハンドを捨てて春ポーカーの勝利。エースハイボードにおけるセカンドヒットというマージナルなハンドではありましたが、2発のバリューベットを決めることに成功した。ナイス春ポーカー。トーナメント序盤から調子よくチップリーダーだった春ポーカーですが、現在は現地プロのレスターさんがチップリーダーで、春ポーカー自身セカンドチップリといった状況です。春ポーカー自身やりにくい人がチップリーダーで残っているから厄介だなという風に思っていました。というところでこのハンドキングス UTG から現在ブラインドは600、1200、BB アンティ1200の状態で、春ポーカーはレイズ2500点を選択していきました。春ポーカーの左隣カットオフのプレイヤーがフォールドして、ボタンのレスターさんがどうするか。ここでボタンはチップを取り、コールではなくレイズを選択。サイズとしては8000点で嬉しい3ベットが飛んできました。春ポーカーはプリフロップ時点でナンバー2のハンドを持っています。 A シーズにしか負けていないこのハンドで、シンプルにレイズを返すかスロープレイでコール止めにするか迷っています。 SB のプレイヤーは少し悩んでここでフォールド。春ポーカーのターンとなります。春ポーカー自身ポジションも悪いですし、ボードにエースが出てしまうと身動きが取れなくなってしまいます。ここをコール止めにして都合のいいボードが落ちればチェックレイズをする体勢も考えましたが、相手は上手いプレイヤーですし、変にスロープレイをしてしまうとバリューを取り損なってしまうこともあります。ここは安めに4ベットを返して、エースキングだったりクイーンズにオールインを返してもらう作戦を取ろうと思いました。相手が A シーズやったらしょうがない。春ポーカーが選んだ4ベットサイズは2万1000点。チップリーダーとセカンドチップリのどでかい戦いとなっています。春ポーカーの残りスタックはおよそ7万5000点。ここで相手からオールインが返ってきてしまったら受けざるを得ません。頼むから相手 A シーズだけはやめてくれ。エースキングクイーンズで突っ込んでこい。残りプレイヤーは5名。この参加費27万円のハイローラートーナメントで俺は優勝するんや。相手は最後に春ポーカーのスタックを確認して、ここでオールイン選択。春ポーカーさすがにこれはコール。相手のハンドは相手の
のハンドはクイーンズ勝率 80%。 いいぞ、あとは勝つだけや。この特大ポット20万点ポット頼め。万華鏡車輪ガンアバテラス、焼き尽くせ。相手のスタックを焼き尽くせ。フロップはエース98。ナイス、そのままキープ、そのままリバーは2のスペードきた。よくやった春ポーカー。ナルト、俺はお前以上特別だ。ということで、ここで春ポーカーは特大ダブルアップ。キングス VS クイーンズのプレミアムハンド同士で19万5600点ポットを獲得。ここで春ポーカーは圧倒的なチップリーダーに躍り出た。これはマジで優勝あるぞ春ポーカー。というところで激アツポットを手にした春ポーカー、続いてのハンドはこいつだ。エースクイーンスーツ SB から。ここでハイジャックのショートのプレイヤーからオールイン6500点が飛んできました。ブラインドは変わらず現在600、1200、BB ハンティ1200の状態です。春ポーカーはこのオールインに対してもちろんコール。ハイジャックのレスターさんのハンドはクイーン9スーツ。春ポーカーが相手のハンドに対してドミネーションしている形でオールイン対決となります。フロップはエースジャック7、ターンは5、リバーは2のダイヤで春ポーカーの勝利。ということで春ポーカーは己のハンドで現地プロを飛ばすことに成功。ポストフロップが非常にうまいプレイヤーだったので、あまり残られていたらやりづらいなというふうに思っていたので、ここで飛ばせたのはかなりでかいです。ナイス春ポーカー。ということで現在ブラインド変わらず600、1200、BB アンティ1200の状態です。1人飛んで残り人数4名になったところ、そのような状況でこのハンド64スーツ BB からボタンのプレイヤーからレイズ2500点食らっている状態となります。オープンサイズが安かったので春ポーカーはコールを選択。フロップはクイーン44のレインボーボード。春ポーカーのチェックに対してここで相手もチェックバック、ターンに向かいます。ターンはデュースのハート。通常なら春ポーカーここからベットしていくのが普通なんですが、相手のプレイヤーの特徴的になんやかんや打ってくることが多い特性を持っているプレイヤーだったので、春ポーカーはそれを利用してチェックを選択。すると相手からここでベッド3000点が飛んできました。ここで春ポーカーは再びスロープレイのコールをするかチェックレイズをするか。やばい、どっちにしよう。ひろゆきさん。はい、コメントありがとうございます。ポーカー歴4年なんですが、このアクションはどうしたらいいですか？諦めてください。僕にポーカー聞いてる時点であなたやる気ないですよね。生活保護もらったらどうですか？ひどしよ。生活保護もらわんためにもポーカーで稼ぎます。春ポーカーが選んだ選択はチェックレイズ8000点。4が BB のレンジなので、それを利用してフラッシュドローなどがターンでついた場合もこのようなチェックレイズサイズを選んだらバランスがいいと思います。というところでリバーに落ちたのは5のダイヤ。あまり関係のないカードが落ちました。現在ポットは22800点、相手のスタックも23000点ほどで SPR1 ということでオールインにはかなり適しているサイズのスタックを持っています。というところでフラッシュドロー滑りのブラフと混ぜて春ポーカーはここでオールインを選択。スナップコールが入らない時点で春ポーカーはほぼほぼ勝っています。今回のトーナメントに関してはこのボタンのプレイヤーからかなりのチップをいただきました。ここら辺でイラついてブラフキャッチしてくれんか。ガチハンドが入るタイミングとしてもかなりいい時期。ここら辺でフラストレーションが溜まってブラフキャッチ来てもおかしくない。相手は1分ほど考え、ここでナイスハンドと言ってフォールドを選択。少しトリッキーではありましたが春ポーカーポットを獲得。すみません、単純な話なんですけど、ホリエモンの言うこと喜んじゃっていいですか？ということで春ポーカーは BB でもしっかりとハンドを絡ませて22800点のポットを獲得。残り4名で超絶チップリーダーいけるぞ春ポーカー。ここまで完全に上振れ切っている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースジャックスーツ BB からまたまた強いハンドが春ポーカーの手に。というところで対面のボタンのプレイヤーからレイズ2500点食らいました。相手のプレイヤーはショート。春ポーカー一発でオールインをするか刻んだ3ベットをするかで悩んでいましたが、ここは春ポーカー一発入れのオールインを選択しました。それに対して相手のプレイヤーはコールを選択。春ポーカーはエースジャックスーツをショー、相手のハンドはエース10オフスーツ。現状勝ってる。ナイス。ポットは65400点、意外とでかい戦い。フロップはクイーン10ジャック、そのままキープ。頼む、下振れんな。ここでリバーは9のスペード。ナイス。シューリックということで春ポーカーは一発入れのオールインをすることによってエース10からマックスバリューを取った。このプレイヤーには3ベットを多めの頻度で返していたため、そろそろしびれを切らして弱いハンドでもぶち込んでくるんじゃないかなっていう風に思っていました。ナイス春ポーちゃん。
ということでね、見ていただけましたでしょうか。春峰が強すぎて Day2 イベント Day1 で終わらすということで、賞金の方なんですけども、2位23万2800ペソ、日本円にして58万2000円となります。そしてなんと1位なんですけども、賞金こちら135万円ですね。これ優勝したらアジア1位と名乗らせてください。もうさ、ほんとごめん、みんな強さ分かったよね。ということで一旦休憩してテーブルの下でしこってプレイしたいと思います。ということで、動画にはしていないんですが、この3人の状態、バブルラインの状態でディープの春ポーカーはショートに対してプレッシャーをかけてどんどんチップを増やしている状況となります。2人とも飛びたくないと思うので、5連続ぐらいスチールをかましてしまったので、ここはハンドが弱いということで春ポーカーはフォールド、ショートの SB のプレイヤーがオールイン。すると BB にはエースキングオフスーツが入っていました。春ポーカーオールインするか迷っていたので、かなり安心した表情。するとフロップはエース75のレインボー、ターンは3のハート、リバーは2のハートでショートのプレイヤーが飛び、ここで春ポーカーのインマネが決まりました。春ポーカー的にはこのバブルラインの状況の方が美味しかったので、決着はついてほしくなかったですが、まあ入賞おめでとう春ポーカー。ということで WSOP を制したこともある世界王者のマイク高山さんと春ポーカーがアジアの頂点をかけたヘッズアップが始まります。賞金額も2倍以上違うので絶対に優勝をもぎ取りたいところというところで、このハンドクイーンズボタンから普通ならレイズすることの方が多いですが、春ポーカーはここで罠を仕掛けます。あえてリンプ選択すると BB のプレイヤーはチェックを選択。レイズをされたらすかさずオールインを返そうと思っていましたが、チェックバックでフロップに参ります。フロップはジャック53のレインボーボード。このボードに対して BB はチェックを選択。とりあえずオーバーカードが落ちなくて安心の春ポーカー CB を打っていきます。ベッドサイズは2500点。シンプルにヒット系に対してバリューを取っていきます。するとここで BB のプレイヤーはまさかのチェックレイズ8000点を選択。このドライボードにおいてチェックレイズを返されるのはやや匂いますが、春ポーカープリフロップで罠を仕掛けていることもありますし、このボード降りるわけにはいきません。コールもしくはレイズオールインをしようと思っています。ですがこのチェックレイズに対して春ポーカーがオールインした場合、自分より弱いハンドがコールしてもらえるイメージはなかなか持てません。ボタンというポジションもあるので、ここはコール止めにしておきます。相手がショートスタックということもあるので、かなりタフなシチュエーション、オールイン対決まで行ってもおかしくないなと春ポーカーはこの時にも思っています。そしてフロップチェックレイズされた BB のプレイヤーがターンではどうするか。できればチェックで弱気なアクションを見せてほしいなっていう風に思っていました。ですが相手はここでチップを取り、ベッド1万5000点を選択してきました。ここで相手のバリューハンドでいうと3ポケのセットだったり2ペア、ブラフハンドでいうと24や46、さらには67などのストレートドローのブラフはあるなっていう風に思っていました。ヘッズアップというブラフも対応されるようなシチュエーションで、このクイーンズを降りてていいんかなっていう風に春ポーカーは思っています。ですが相手のプレイヤーはショート、これにコールしてしまった場合、高頻度でリバーでオールインが飛んできそうです。これにコールしてしまうとほぼコミットしているため、リバーのオールインにもほぼほぼコールしなくてはいけなくなるでしょう。その覚悟を持てんのか。俺ほんまにこれコールできるんか。安西先生、ゴールがしたいです。オッケ相手はプロ、ブラインドヘッズでうまいことブラフも混ぜてくるでしょう。ということで春ポーカーは歯を食いしばって、ここはコール選択。ストレートが完成するようなボードはやめてくれと思ったら、リバーはキングのクラブ。リバーは何とも言えないカードが落ちました。春ポーカー自身キングのワンペアに負ける形とはなりますが、ターンまで予想していた相手のブラフハンドのハンドレンジ的にはストレートに発展していないカードなので、嬉しいリバーとも言えます。できれば相手がブラフでもリバーで諦めてもらって、チェックでショーダウンに向かいたいなっていう風に思っている春ポーカー。もうチェックでいいからオールインはせんといて。ここで相手からオールイン来たかと思ったらタイムバンクチップを投げました。もう怖いって、もう優勝したいね春ポーカー。日本の国旗背負ってますね。もうチェックでいいやん。ここで世界王者のマイク高山さんは40秒ほど悩まれてオールインを選択してきました。予想はできていた未来ですが、実際にされるときつい。ほんまに相手はブラフでこれできるんか。バリューに偏ってないか。どうしたらいいんや。くそ、俺はどの選択肢を取ればいいんだ。こっちか。怖いよ。怖いけど春ポーカーはここでコールを選択すると、相手のハンドはジャ
相手はまさかのフロップ2ペア。春ポーカーはクイーンズをスロープレイすることによって最悪の結果を招いてしまうこととなりました。春ポーカーまだチップの差は勝っていますが、相手は97,300点のポットを獲得。このポットで優勝がかなり遠のいてしまいました。でも諦めるな春ポーカー。ということで相手にダブルアップを許してしまった春ポーカー、ちょっとでもいいからチップを取り返していきたいというところで、このハンド63オフスーツ BB からボタンから4000点のレイズを食らっている状態で、それに対して春ポーカーはディフェンスしていきました。というところでフロップは激アツ突入、激アツ突入、フロップトップ2ペアを完成。春ポーカー控えめに言っても大興奮中ですが、一旦チェックで回します。それに対して相手のプレイヤーはベッド6000点を選択。スロープレイのコールをするかレイズをするかで悩みましたが、ここでスロープレイでコールをしてしまい、ターンで5だったり4もしくはハートなどが落ちてしまうと、相手のガチハンドも消極的になってしまう可能性がある。角刈りいけ。このボードはスロープレイにてバリューの取り逃しの危険がある。春ポーカーは果敢にチェックレイズで攻めます。選んだサイズはレイズ16,000点、安めのチェックレイズでドローだったりオーバーペア6ヒットあたりにコールがもらえたらなっていう風に思っています。春ポーカー自身6のハートを抑えているため、フラッシュドローを一部ブロックしてはいますが、ターンで落ちたら怖いカードも多いためシンプルにチェックレイズを選択しました。するとボタンのプレイヤーはこのチェックレイズに対してコールを選択。ターンは2のクラブで最悪のカード。春ポーカー2ペアではありますが、オーバーポケットにはまくられた形となります。おいマジかよとも思いましたが、ここでチェックしてしまうと相手に主導権を委ねてしまいます。春ポーカーはここで安ベッドを選択。オーバーポケットは怖いんですが、フラッシュドローなどにフリーカードを引かせず、さらに引き続き6ヒットなどにはバリューが取れる形にしました。レイズが飛んできてしまったら春ポーカー降りることも選択肢に入れていますが、チェックで回して相手に大きいベッドを打たれてそれにコールするよりかは、この小さいベッドにレイズが帰ってきた時にフォールドした方が損失は少ないため、リスクヘッジを考えたベッドになります。すると相手はここでコールを選択。リバーロックかさ。春ポーカーはリバーで6を引いたことによってセカンドナッツフルハウスを完成。2ポケ以外には負けていない形となります。ここで春ポーカーはベットをするのかチェックをするのか、相手のスタックを考えてもオールイン選択も自然でしょう。強気に行くか、どうしたらいいんやケンシロウ。ここで春ポーカーはチェックでもなくオールインでもないベッド45,000点を選択。ここから相手はこのベッドに対して長考に入られるので早送りにさせていただきます。今回はもし春ポーカーがフラッシュドローだったりストレートドローを滑っていた時にギリギリブラフで打てるかなっていうサイズを選びました。そこら辺のドロー滑りと勘違いして相手がブラフキャッチに走ってくれないかなっていう風に春ポーカーは思っています。春ポーカーはこの時相手が自分の方を見ているんじゃないかなっていう風に思っていました。ここでなんとか相手に弱いと思ってほしい。春ポーカーは震える手を隠すかのように手を後ろに下げました。すると相手はこの様子を見てコールを選択。春ポーカーは36オフスーツをショー。もちろん春ポーカーの勝利。超特大ポット獲得。覇者はこの剣をただ一人。春ポーカーはベッドアクション、さらにはテルまで利用して優勝することにこだわりました。勝負師とは何か、ポーカープロとは何かということがこのワンハンドに全て詰まっていると思います。ここで16万1500点の超特大ポットを獲得。ナイス春ポーカーということで、超特大ポットを取ることで相手を鬼ショートにすることに成功した春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。ナインズボタンから。この状況でこのハンドはめちゃくちゃ強い。春ポーカーは迷わずオールインを選択します。すると相手はこのオールインに対してスナップでコール。春ポーカーはナインズをショー。相手のハンドはキング6オフスーツ。よし、ここで決まれ。ここで決めてまえ。フロップは845。いいぞキープ。ターンはキングのスペード。リバーは7のクラブで春ポーカーの負け。ここで決めろよ。危ない危ねえ。俺じゃなかった、当たるところやったわ。ということでプリフロップ時点では勝率勝っていましたが、なんとターンでキングを引かれて春ポーカーの負け。相手はスタックをダブルアップ。春ポーカーの優勝が遠のく形となりました。でもまだいけるぞ春ポーカー。
というところで早く優勝を決めてしまいたい春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。34オフスーツボタンからヘッズアップでプリフロップの時点でフォールドするハンドはほぼありません。というところで34オフスーツもリンプしていきます。 BB のプレイヤーはチェックを選択。ひとまずオールインを返されなくてよかったなっていう風に思っています。フロップは978のレインボーボード。 BB のチェックに対して春ポーカーもチェックを選択。ターンは10のダイヤ。再び BB がチェック。春ポーカー自身ブラフを打つか迷いましたがターンもチェックを選択。リバーに向かいます。リバーは5のスペード。このリバーに対しても BB のプレイヤーはスナップでチェック。これならワンチャン下ろせるところもあるんじゃないかなと思い、34オフスーツはショーダウンバリューがなさすぎるのでここはブラフベッド1500点を選択。すると相手はフォールドを選択。春ポーカー自身チョップ、さらにはクイーンハイでも下ろせたら得なのでリバーは安めのブラフを打ちました。ナイス春ポーカー。ということで現地プロ相手にチップの圧力でガンガンと攻めている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。56スーツボタンから春ポーカーチップも持っていますし、しっかりとプレッシャーをかけていこうと思います。選んだサイズはレイズ4000点。スチールでもありがたかったですが、このレイズに対して相手はコールを選択。相手のスタックを考えてもいつオールイン対決になってもおかしくはありません。というところでフロップはクイーン5-4の2スペードのボード。 BB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。ヘッズアップにおいては高頻度で CB を打つこともありますし、セカンドヒットと十分に強いハンドを持っているため春ポーカーは9500点のポットに対して 30% ほどのベッド3000点を選択。すると相手はコール。ターンに落ちたのはクイーンのハート。 BB のプレイヤーは再びチェック。これで相手にクイーンを持っている可能性が減ったのでいいターンカードが落ちたなっていう風に春ポーカーは思っています。フロップに引き続き4ヒットだったりフラッシュドローにバリューを取るべく春ポーカーは安めのベッド6000点を選択。クイーンが被ったことによって4ヒットとかもコールしやすくなっているかなっていう風に思います。ポジションも買っているためフラッシュドローなどにもあえてオッズがあるような安いベッドサイズを利用しました。ここでオールインが飛んできてしまったらかなり厳しいシチュエーションとはなりますが、コールをもらえたらかなりの高頻度でバリューになっているはず。このベッドに対して相手は少し悩んでフォールドを選択。着々と優勝に近づいていっている春ポーカー。次のハンドかます。とにかく早く優勝してアジアの頂点をつかみ取りたい春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。ジャック3オフスーツ BB からボタンのプレイヤーのリンプに対して春ポーカーはチェックバックをしました。というところでフロップに参ります。フロップはクイーンジャック10の2ハートのボード。春ポーカーはボードにおけるミドルヒットを完成。というところでボタンから安めの CB が飛んできました。このベッドに対してはコール一択かなっていう風に思います。ストレートドローでのブラフなどもあるので春ポーカーはコールを選択。ターンは2のクラブ。とりあえずストレートドローなどが発展するターンカードではないので春ポーカー嬉しい気持ちというところでドンクする必要もないので春ポーカーはチェックを選択。このチェックに対して相手プレイヤーはどうするか。チップを持ってここで7500点の強いベッドを選択。これはブラフかバリューかどっちやコナン君。僕の推理によると相手は 50% バリューで 50% ブラフさ。知らんけど春ポーカーはポラライズされたベッドだからこそ相手にブラフも存在しているなっていう風に思いました。レンジを生かしてキング1枚のストレートドローなどもあるなと思い春ポーカーはコールを選択。リバーは8のハート。スケアカードではありますが春ポーカーチェック。相手プレイヤーもチェックして春ポーカーはジャック3オフスーツをショー。相手はハンドをマックして春ポーカーの勝利。見事相手のブラフを読み切り着実にチップを増やしていっている春ポーカー。次のハンドかます。ということで相手のスタックを徐々に削り相手のスタックはもう4000点。ここでまさかの相手プレイヤーが春ポーカーのチップを出してオールイン選択となりました。春ポーカーのハンドはクイーン7オフスーツ。相手のハンドは84オフスーツでこのハンドで春ポーカー優勝を決めるか。フロップは723。ターンはジャック。リバーは4で春ポーカーの勝利。ここで春ポーカーの優勝が決定しました。マジで強すぎる。そしてアジアの頂点。よくやった春ポーカー。ハイローラーで勝ったよアジアチャンピオン。春ポーカーになってました。はい、ということでね、換金してきました。ドドン
138万手に入れました。サクッとね1日で100万円以上稼いじゃう旬ポーカーどうすか。昨日これ100万円以上でねネックレス買ったんですけど、もう回収しました。本日ね Day1 Day2 とあるトーナメントなのですが、 Day1 でね旬ポーカーが全部チップ取っちゃいました。ほとんどありえないことやと思いますが、参加人数が少なかったりね、旬ポーカーの強さがエグすぎてみんなを飛ばしてしまいました。本日のテーブルクソ強いテーブルだったんですけどもね、そこでもやれた旬ポーカー、これかなり自信になりました。ってことで明日の授与式いっちゃピッ。 will be the champion for the high rolls event that finished last night. Guys, give it up for Sean Poker いつ of までも旬 Japan. ポーカー。ってことでね、旬ポーカー2022年なんですけども、初めはね APT アジアのナンバーワンを取りました。次のラスベガスではね世界一を目指すんで、その動向を見逃すな。ここは一般的にチャンネル登録促すとこやけど、俺はただ踊りたいだけ。